皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる主な話題は安全保障、中東情勢とアメリカの話を主に取り上げていきます。イスラエルによる先制攻撃で始まったイランとイスラエルとの戦闘は現在も継続中です。初日の攻撃においてイラン軍の上層部と各開発関連施設を攻撃したイスラエル軍は石油や天然ガスといったエネルギー資源開発の施設にも攻撃。さらに攻撃が不十分だった軍施設や未到達の遠方の軍事施設に対する攻撃も行っています。またちょっと特徴的なのがイランがイスラエルを攻撃するときには弾道ミサイル攻撃が非常に目立っているわけですが、一方でイスラエルがイランを攻撃する際には航空用爆弾もしくは戦闘機から放つミサイル攻撃などが主体となっているようです。例えばイランの東北トルクメニスタンとの国境にも近いマッシャード空港においてイスラエル軍の攻撃が行われました。イスラエル軍はイラン領空を戦闘機が飛んで目標地点に対する攻撃を実施しているようです。これは空軍力においてイスラエルが圧倒しているというだけではなく、イランの防空体制をイスラエル軍がかなり破壊したものとみられます。そうでなければこのようにイランの奥深くまで侵入して攻撃を行うことはちょっと難しいでしょう。このあたり両軍の自力の差がかなり出ているものとみられます。一方、非常に派手な攻撃となったイランによるイスラエルに対する弾道ミサイル攻撃。インターネット上ではどうも勘違いしている方がおられるようで、弾道ミサイルは迎撃ができないと話している人がいます。知らない人が聞けば、ああそうなんだなと思いがちですが、実際にはそうではありません。こちらはイスラエル軍が弾道ミサイルを大気圏外で迎撃している様子。こちらの映像では2発のミサイルがイラン軍の弾道ミサイルを撃破しています。弾道ミサイルを迎撃するのが難しいというのはその通りです。しかし、全く不可能だという話もまた間違っています。こうした軍事知識といったものは更新が必要で、ある時点まではそうだったものが今は違うよという話は結構あるのでお気をつけください。弾道ミサイル攻撃、撃破できないものが地上に降り注ぐといったことがありますが、イスラエルにおいては避難できるシェルターが数多くあることから、イランが100発以上の弾道ミサイルを撃ち込んだ攻撃では、イスラエル側の死者は10名程度にとどまったとのことです。もちろんこれは悲しい出来事ではあるものの、国家を揺るがすほどの大きな攻撃とはなっていません。合わせて行われている大型ドローンシャヘドによる攻撃も、こちらの映像にあるように一機一機イスラエル軍の迎撃を受けてイスラエルにほとんど届かないような状況になっています。このような迎撃方法についてはウクライナ軍が実践し、その動画などをいくつも投稿しています。シャヘドの飛行速度は遅いことから、ヘリコプターで間に合えば機銃掃射で撃墜しますし、またそうでなくても地上からの機関砲の砲撃を持って撃破することもできます。なお、今回イスラエル側の空爆にはイランでのシャヘド製造工場なども標的とされ、すでに空爆が行われたようです。そのため今後、イラン産の大型ドローンシャヘドによる攻撃が継続的に行われるかどうかはちょっと怪しくなってきています。なお、イラン側はまだ地下施設に弾道ミサイルを備蓄していると話していますから、まだこれからも弾道ミサイル攻撃があるかもしれません。ちなみに私への質問で、イランのハメネイ師を狙わないんですかということを聞かれた方がおられました。それに対する回答になるかどうかはわかりませんが、このようなニュースが流れています。ブルームバーグ通信より、トランプ氏、イスラエルによるハメネイ師暗殺の試みを制止。トランプ大統領はイスラエルに対し、イランの最高指導者ハメネイ師の殺害を思いとどまるよう促したと、ロイター通信が当局者の言葉を引用して報じた。イスラエル当局者からトランプ氏に対しハメネイ師を殺害する機会があったとの報告があったという。この報道をめぐり、イスラエルのハネグビ国家安全保障顧問は、標的の選定についてイスラエル政府がアメリカの許可を求めることはないと発言。その上で、イスラエルはイランの体制転覆を目指しているわけではないと強調した。ロイター通信によると、アメリカ政府当局者は、イスラエルがイランに対して一連の攻撃を開始して以来、イスラエル側と連絡を取り合っている。ただ、イスラエルに暗殺計画の中止を促すメッセージをトランプ氏自身が直接伝えたかどうかは不明だとしている。イスラエルのネタニヤフ首相はニュース番組で実際存在しなかった界隈についての誤報があまりにも多く、それについて立ち入るつもりはないと発言。我々は必要なことを行う。
そしてアメリカも自国にとって何が最善かを理解していると思うと語った。ネタニヤフ首相はハメネイ師殺害について基本的には認めない方向の話をしています。ただ一方において体制転覆を目指しているわけではないという発言には疑問符がつきます。というのもハメネイ師はイラン国民に対して立ち上がるように求めるメッセージを発し、現在の体制に問題があると考える人々は今の政権を倒すべきだというような趣旨の発言を行っています。ネタニヤフ首相は隣国のイスラム武装勢力ヒズボラに対する攻撃がシリアのアサド政権崩壊にもつながったかのような話をしています。直接の原因ではないものの、アサド政権を支えていたイランの武装勢力が大きく力を落としたことから、自分たちの手によってアサド政権が倒れたんだみたいな話をしているわけです。今回のイスラエルからイランに対する攻撃も核兵器開発を目指す現在の体制そのものが吹っ飛んでくれればいいと考えている可能性は十分あります。さて、お次のニュースはアメリカで軍事パレードが行われました。トランプ大統領は陸軍創設記念というのを理由として首都ワシントンで軍事パレードを行いました。ただし、共和党の支持者の中でもあまり熱狂的には受け入れられてはいなかったようで、世論調査全体で見ると6割近い人たちがこのような軍事パレードに大きなお金を出すことに反対しているとしています。そのため民主党の指導者やもしくは中道派の人たちを巻き込む形で王様はいらないというこの軍事パレードに対する批判的な集会などが全米各地で実施されました。なお、軍事パレードでは時間が足りなかったのか、それともやる気がないのか、兵士たちがダラダラと歩く様子がかなり批判的なコメントが集まっていました。どうしても軍事パレードというと、世界各国で行われている兵士たちが非常に規律よく動く様子が見られるものですから、今回のようななんとなく漫然と歩いているような姿というのは見栄えの悪いものでした。そうした意味では演出面でもいまいちだという話があります。軍事パレードとしての盛り上がりが見られないといったものが今回の特徴の一つかもしれません。ちなみに兵士や軍用車両、第二次世界大戦などアメリカが勝利した過去の戦争についても触れるため、服装として古いものや実際に古い戦闘車両なども軍事パレードには参加しました。物珍しさという面ではこちらの方が注目を集めたかもしれません。最後に紹介する映像はこちら。ウクライナの戦場、東部戦線ドネツク州においてロシア軍の戦闘機2機がロケット弾攻撃を行おうとしました。しかし、2機がロケット弾を放すときに味方の機体を攻撃し、1機が撃墜されるといった事件が発生しています。こうした攻撃は以前からずっと繰り返されてきたもので、何か目新しいものではありません。それだけに集中していなかったのか、味方を撃つという大きなミスを犯してしまいました。機体は地面に叩きつけられて大炎上しました。今回紹介した映像は前半部分が中東情勢、イランとイスラエル関連のものばかりでした。この2つの国は陸地で国境を接していない関係で、基本的には遠距離攻撃戦が中心となります。しかし、空軍力を比較した場合においては、イランの方が圧倒的に劣勢で、その分だけ領空内でイスラエル空軍が活動しているものとみられます。これが一体何が問題かといえば、それは費用対効果において圧倒的にイランの方が不利だということです。イランがイスラエルを攻撃するときには、撃墜されまくってしまう大型ドローンのシャヘドか、もしくは弾道ミサイルを使うこととなります。しかし弾道ミサイルはものすごい勢いで大量に作ることはできませんし、さらには一つ一つの値段も高いものです。それでいて射程距離を伸ばすため大量の火薬といったものを詰められる余裕がありません。だからこそイスラエル軍が迎撃し、撃ち戻しがテルアビブなどに落ちているにもかかわらず、イスラエル側の死者は最大で10人程度だと言われています。一方でイスラエル軍はイラン領空を飛び回って、そして航空用爆弾による攻撃も行っているようです。兵器の値段としては航空用爆弾の方が圧倒的に安く、しかも火薬の搭載量も多いものです。そのため一発一発の攻撃で大きな破壊力を生み出します。ただ、地上施設に対する攻撃はそれでもできるのですが、問題なのは一番最初に攻撃理由とした核兵器の開発を止められるかという問題は残ります。イラン側はイスラエルから攻撃されるだろうということを前提として、核兵器の開発関連は地下施設へと収めるといったことを
以前から取り組んでいました。そのため、今回の攻撃においても、イスラエル軍がウラン濃縮施設に対する攻撃を行っても、地上施設については大きな損害が出たが、その地下施設についてはほとんど無事だろうと言われている問題があります。これでは当初の目的を達成することは困難だと言えるでしょう。それだけにイスラエルは政権転覆を狙ってはいないと言いつつも、実際の心の中では政権が変わるような大きな変化がイランに起こってくれればなと思っていることでしょう。そのためにイランの国家財政に対する大きな打撃を与えるためにも、石油や天然ガスといった国家収入の柱に対する攻撃を行い始めています。いつものイランとイスラエルの攻撃の応酬であれば、この辺りでそろそろ外交的な話し合いが行われるのですが、今回はそれがどのタイミングで行われるか、もうちょっと継続的に見る必要があります。ただし、インターネット上ではちょっと0か100でしか語れない解説をする人たちも結構いるために、今回の攻撃の応酬を見て、わあ、中東戦争だみたいな煽りをしている人がいます。しかし、冷静に見てほしいのは、今回の戦いにおいては、中東の周りの国々において、戦闘が激化したな、じゃあ自分の国もこの戦闘に加わろうとしているような国は一切ありません。トランプ政権は明確にイスラエルの支援等を行っていますし、その姿を見て中東諸国が、じゃあイランについて戦いに参戦しようとは、ちょっと考えないのです。さらには、中東の中における主導権争いとしても、イランと対立している中東諸国は多く、決して中東産油国などがイスラエルと積極的に戦争をしたがっているわけではないのです。そのあたりのことを全く無視して、中東戦争が起こってしまうと、煽られないようにお気をつけください。ましてや中東戦争へと発展しそうもないのに、さらには今回の件をもって世界大戦だみたいなことを言っている人は、基本的には分析能力はゼロの人物ではないでしょうか。ちなみに、イラン上空をイスラエル空軍機が飛び回っている関係で、イラン当局がステルス戦闘機 F-35 を撃墜したというネタもたくさん出回っています。しかし、出回っている写真などは漏れなく生成 AI で作られたものといった具合にして信憑性のあるものは全くありません。撃墜された F-35 の写真ですと示されたものがサッカー場ぐらいの大きさだったり、撃墜された機体ですよとして写されたものが尾翼が真反対にくっついているものであったり、最近の生成 AI の性能は上がってはいますが、まだ作り物だなというのがわかるものが多い段階です。半年や1年も経てば生成 AI の能力も上がり、そのような捏造された動画や写真といったものは、どんどんと見抜くことが難しいものが出てくるでしょう。しかし、そういったフェイクニュースやデマを流そうとする人やアカウントといったものは、相変わらずこの人だなという具合にして出所が一緒だったりもします。そのあたりの見抜きやすいポイントといったものは、今から覚えておく必要があるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓に役立ったなと思われる方は他の方にお勧めしたりスーパーチャットのご利用よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。